空が青いなはい、おはようございます。今日は4月4日土曜日でございます。はい、ということで、今日もちょっと曇りな天気なんですけど、今日明日でまたね雨なんだそうでございます。はい、なかなかね晴れないですね、ほんとね。はい、ということですが、今ね、ちょっと農業×AI ということで、ビニールハウスで、養液栽培、計画ということで、プロジェクトということで、進んでおるんですが、結局ユンボが昨日壊れましてですね、はい、結局鉄くずになってしまいました。はい、でしょうがないから手で穴掘ったんですけど、はい、意外と、手でもいけるかなという形で、はい、でそれからね、ちょっといろいろ水道の接続方法とか、どうやってタンクまで持っていくとか、あとタンクから今度溶液を吸って、点滴で、苗までどうやって持っていくかとか、あと電気の配線を持ってって電気をどうつなぐとか、まあいろいろ考えなきゃいけないわけですよ。はい、ですので、ちょっとね今日は午前中いろいろ考えながら、はい、で必要なパーツ、どうやって配線を持ってってどうやってつないで、どうやって蛇口を作って、どうやって持っていくか、はい、それをね、ちょっと考えなきゃいけないんで、はい、午前中ちょっとね、で考えるときね書きながら考えると非常に整理しやすいんですよ。やっぱ考えてるだけだと、まあ、人間ってね忘れちゃったりしますし、コンピューターで、まあ、書くこともできるんですけども時間かかるわけですよ。はい、ですので、コンピューター上で、ノートなんだっけノートだったっけな、マイクロソフトのノートだったかな、それはね、手でペンで書けますんで、それを使ってちょっとね、考えて書いて、現実に向けてやっていきたいなと思います。ということで、本日もよろしくお願いします。人月はい、それでは毎朝のモーニングルーティンでございます。写真撮っていきたいと思います。こちら、いやこれも前写真撮ったような気がすんな。いやこれも写真撮ったような気がすんな。こっちにしとこうかな。こちら写真撮っていきたいと思います。はい、それではね、ちょっと今ね読んでる本をね紹介したいと思います。はい、今読んでるのねこちら満鉄調査部っていうね本を読んでるんですけど、全然ね人生と関係ないし、便利屋ともリサイクルショップとも関係ないんですけど、この本はね日本の戦前中国に日本人が渡って満州国をね作ろうとした、そういう経緯を書いた本なんですけど、意外とこういう関係ない本がですね、人生の役に立ったりヒントになったりね、しますんでね、私は全然関係ない分野ですけども、はい、読んでます。はい、それともう一つはねスマホでここ Amazon Kindle っていうのなんですけど、 Amazon Kindle も、読んでるんですね。こちらでライブラリーに追加されてまして、バフェットからの手紙ということで、こんな感じでね本読むことができます。ウォーレン・バフェットの本なんですけど、
これも、全然違う分野をいろいろ読んでるとですね、どっかでつながったりですね、あと頭の中で記憶の、片隅でなんかそういうの書いてたなっていうことがね、思い浮かぶ時がありますんでね、皆さん圧倒的インプット、情報のインプット、ただテレビぼーっと見るんじゃなくて、自分からですね進んで、情報を、得るということをやってみてはいかがでしょうか。特に本はね、活字から、活字を追って頭で想像する、脳の、部分を使いますんでね、これはね結構ですね、非常に後々効いてきます。はい、ということで、はい、それじゃあね、私がねいつもね、思考考えるときに、使っている方法をちょっとご紹介したいと思います。はい、これがねサーフェスなんですが、このねワンノートっていう、Excel、ワード、パワーポイントの中にワンノートっていうのがあるんですけど、これでね、手書きでこうやって書くことができるんですよ。でね、こちらがね、サーフェスペンっていうのがあって、こうやってラフにね、プランをね書くことができましてですね、はい、それで、次やることっていうことで、水道管、電気配管を延長すると。で、2番として、水タンク室を作るということで、こちらでね、フットラボの、敷地レイアウトで、こちら側建物側なんですけど、今既存のね、水道管が、このように室内から来てます。水道で、そこから今散水線に、こう行ってるんで、これを、ここでジョイントしてですね、そして赤い線で、ビニールハウス、こちらがビニールハウスなんですけども、真水タンク裏側ね、真水タンクにまだ持っていくと。で、あとブルーが電気配管、電気配管はここに屋外ボイスコンセントがあるんで、そこ持っていくと。で、その時に、必要なパーツ、ここでジョイントが1箇所2箇所、立ち上がりが3箇所で、必要だなとか、ここにコンセントボックスを作って、延長させないと、ダメだなとか、パーツ何が必要かを、書いていくわけですね、こうやってね。はい、ということで、これはね結構ね、あとこれビニールハウスの上に、ワイヤーをつって、遮光カーテンを作ろうかなと。そうすると大体、ワイヤーの太さ、ワイヤーの太さとか、何本必要なのかとか、9メーター100なので、9メーター100を4本で、太さが 1.5 ミリとか、遮光カーテン用ですね、必要だとか、あとビニールハウス内で、どういうレイアウトでやっていくかとか、こういうのがですね、手書きでできますんで、普通紙だとね、紙でもいいんですけど、紙に書くとね、やっぱどうしてもね捨てちゃうんですよね。どこ行ったか分かんなくなっちゃうということで、このねワンノートはね、残ってますし、あと結構こう縮小していくと、広い範囲で書けますんでね、これ頭で整理するのに、結構ですね使えます。こういう形でやってるというご紹介でございました。はい、ということで本日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。ということでですね、いや外は雨になってしまいましたね。はい、夕方から雨と思ってたんですが、はい、思いっきり雨でございます。ですので、この後ね帰ってフッツラボで、またね、農業×AI ということでラズベリーパイの、センサーのね、ケーブルコネクターね、作っていきたいと思います。ちょっと穴掘ろうと思ったけど、ちょっと雨なんでねできませんのでね、
はい、ということで、本日もご視聴ありがとうございました。もしよろしかったらチャンネル登録と高評価ボタンをお願いします。ということで、フッツラボにドローンいたします。ドローン。はい、ということでね、午後から、フッツラボ帰ってまいりました。外はね、雨ということで、昨日掘ったね、穴がですね、はい、びちょびちょでございます。はい、ちょっとね、また外続きやろうと思ったんですが、雨でございますんで、はい、今日はね、ちょっと中で、こちらのね、ラズベリーパイ、はい、前回途中だった、ケーブルコネクタを今日も作って、で、温度センサーが届きましたんでね、温度センサーをつけて、何度になったら、今回はテストで LED をつけると、本番は電磁弁をつけて、水道水を流すと、そういうような形でね、今日はテストやっていきたいと思います。ということでよろしくお願いします。人月はい、じゃあね、今ね、ちょうど、宅急便屋さんがね、持ってきてくれました。これが、小さい極小用の圧着ペンチ。これをまずこう入れまして、もう一回ここにこうやってセットしますと。はい、そして線を入れますと、そして圧着しますと。どうでしょうか。いけた。これで、いいね。はい。はい、ということでね、こちらの配線図通り、よいしょ。まずね、センサー5個ね、コネクタ作りました。で、これがこの部分ですね。この部分のコネクタを作りまして、そして最後ね、この下の部分がこれということで、この最後のね、一本一本のやつが最後ラズパイのこのピンに入りますね。このピンにね、はい、入るということで、以上となります。これがね、このアリンコぐらいの大きさなんですよ、本当に。はい、ということで本日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。ということでね、またちょっと細かい仕事して目がしょぼしょぼしてますけども、はい、とりあえずね、コネクタ出来上がりました。ケーブルコネクタ出来上がりましたんで、はい、次回ね、実際ラズベリーパイ挿して、そして温度を測って、はい、そしてね、温度がね何度になったら、LED がつくというようなね、ことをやっていきたいと思います。ということで、本日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。もしよろしかったらチャンネル登録と高評価ボタンをお願いします。ということで以上となります。ありがとうございました。こっちのね、種から、芽が出てきましたんで、取ってみたいと思います。はい、ということでね、こちらね、水耕栽培の方はまだ芽が出ません。
どれもね。そして種からまいた方は、はい、こちらがね、きゅうり、トマト、トマトということで、この列が出てないんだけど、これ何巻いたっけな。何巻いたんだろう。ナスかな。ちょっと分かんないけど、この列以外は全部芽が出ましたね。はい、ということで、ありがとうございました。